6種ゲームにおけるロッドセレクト、プラスね、リールも含めたタックルセッティングなんですけども、基本的にね6種は、やるときはね、メインの、ウェイトですね、マックス 100g から上のロッドになります。で具体的にはですね、ショアガンシリーズでいくと96の XH 以上、106の XXH103 のトリプル XH、もしくはですね今手に持ってるサーフスターシリーズですね、これの96、103、98の X4H と、いったところのねロッドをセレクトしていきます。で、いずれの竿もね、対10キロ、見据えたところでですね、もう6種ゲームに特化したモデルになりますんで、これを状況に合わせて、セレクトしていきます。具体的にはですね9フィート台のロッド、特に96と、つくところのモデルはですね、その、コンパクトな短さを生かしてですねジグの振りやすさなんですね。これを、引き出すために、ジグの出番がもう6割、7割、8割という形で、想定される場合には、9フィート台のロッドをセレクトで、プラギングですね、こういったブレイクヘッドであったりとか、ラッシュダイブといった形で、プラグを使っていくようなシーンが多いところでは、10フィートクラス103であったり106というロッドをセレクトしていきます。このね、ロッドの長さなんですけども、例えば103と106どっちってなってくると、長い尺の竿っていうのはですね、それに伴って相対的にティップの入りやすさっていうのが出てくるんですね。でそれによってプラギングをやっていくときに最初にアクションを入れたときにですね、竿があまりにも強すぎるとですねエラーを起こしやすいんですね。水の紙が割る。でそのために多少ロッドがティップがですね入ってくれた方がエラー自体が少なくなるという形で、非常にシビアな状況を釣っていくときはなるべく長い竿、ショアガンでいくと106の XXH といったような竿をセレクトすることによってルアーが最初の初速でズバッと水にね入ってくれるというのを生かして非常にスムーズなゲーム展開ができるというのがロッドセレクトの中では一つ参考にしていただければいいかなというふうに思います。でリールなんですけども、自分はね結構号数に関わりなく、こちらね6号までは14000番ですねの XG、 これを使うことが多いです。でそこから低い番手になってくるとキャパシティ自体ね、それより、例えば 300m より多く入っていくんですけども、下巻きに入れて、その上に 300m ですね X8、X9 っていうのを 300m 入れていくというようにしています。で理由としてはですね、1回の巻き量をですねどの号数においても安定して使っていきたいというのが目的なんですね。でそれによって例えばプラギングにしていく時でも一度ジャークしてから回収していくっていうリズムをですねどの号数使っても崩さずにできるというのが狙いで、カイスプル対応のリール番手を14000に統一という形でやっていくことが多いです。で例外的にねジグをもう今日はもうジグメインだなといったところで使っていく際にですね、3号4号といったところをメインラインにしていく場合のみ8000番の HG という形で1回の巻き取り量を14000番の今の XG よりも少なくする。これによってジグの場合はねまたねちょっとねリールの番手との相性というのが非常に重要になってきまして、1回の巻き取り量とジャークをしていく幅、これのリズムを合わせなきゃいけないんですね。要はジャークして1メータージャークして糸吹きが1メーター出たらリーディングにおいて極端な話同じだけ1メーター巻き取れると常に出てるラインスラッグっていうのは理屈上一緒になるんですね。でこれを常にラインスラッグをコントロールしてあげる上では非常に重要で、例えばですねそこに出てるラインスラッグ分50センチがジグが滑走していく余裕になっていくんですね。でこれを巻き取り量の多いリールでやっていくとしゃくった分スラッグを多く取っちゃうんで直線的な動きになってしまうという形で、仮に14000の X でジグをしゃくっていく時はできなくはないんですけども、一つコツとしては常に1回転じゃなくて時折ハーフのピッチですね、ハーフピッチで半回転だったり4分の3だったりっていう形で巻き取り量を調整しなきゃいけない機会というのは非常に増えてきちゃうんで、慣れればできるんですけどもオートマチックにやろうと思うとしゃくりの自分の幅とリールの巻き取り量、これを合わせてあげると非常にスムーズという形で、場合によっては8000の HG というリールも出番になってきます。でこういった意味ではねタックルセッティング、ロッドね、
ターゲットに合わせていくんですけども、そこにおけるプラッギングにおける邪悪であったりジグにおける邪悪幅コントロールっていうのはね、実は、アングラそれぞれにおいて癖とか1回のしゃくり幅っていうのが、おおよそ決まるんです。自分の体を合わせていくこともできれば、自分の癖にタックルを合わせることもできるという意味では、タックルセッティングもしくはタックルセレクトの一つの参考にしていただければなというふうに思います。ね、そうしましたらね、ロックシュアゲームにおけるラインシステム、こちらご紹介していきたいと思います。でメインラインはね、先ほど、話した通り、X8、X9 これいずれかを使っていきます。いずれもカラードライン、10m ごとに色分けした糸なんですが、ことねロックシュアゲームにおいてはこのいずれかを、メインラインとして、使用しています。で、大きな特徴としては X8、こちらが8本よりで X9 の方がこれ中芯を入れた、9本よりの P ラインになりますね。こちらの X9 なんですけども、特徴としては非常に張りのあるラインになっています。でロックシュアゲームにおいてね、この張りの強さっていうのは、特にねジグを使ったゲームの場合において非常にメリットが大きいんですね。で、ジグであったりジグミノー、そのような比重の大きいルアーを使っていくときにこの張りでもって投げるとですね、非常にキャストが安定する。で加えて、水の中にルアーを入れてアクションしていった際にですね、この伸びの少なさっていうのがこの X9 あるんですけども、それを使って非常にダイレクトにルアーを操作していく感覚、これがね手元に伝わってきます。でロックシュアのフィールドっていうのはね、比較的潮がわっとこう流れてみたりですね、水深があるところだと上下複雑な流れが出たりもするんです。でそのような中において、このラインが非常に深淵に近い形でね、断面取れるんで、水受け潮の抵抗を受けにくいっていうのも一つ大きなメリットになります。でこの伸びの少なさ、それから潮受け風受け少なさっていうところを考えていくと、水中のジグのステータス状況をですね、竿先を通して非常にずっと感知していられるといったメリットを生かして、使うことが非常に大きいです。で同様にね、この X8 これ非常に長い、間使っていたメインラインになるんですけども、これもね特徴としては非常にトラブルレスなんですね。もうプラグ使ってもジグ使ってもですね、非常にオールマイティに使うことができて、当然、直線強度、ありますんで、魚と1対1で対峙していくときに安心していける強度を保っているという意味では、プラグジグどっち使うよっていうシチュエーションでですね、非常に信頼を置いて使っていたラインの一つになります。この X8、X9 ね、使い分けどうしていくかといったところになるんですけども、これね結構好みの問題にもなってくるんですが、 X9 はですね非常に先ほど言った通り張りのある P ラインになります。でこの張りがですね、光合数ですね6号から上ですね使ってくると、その張りっていうのが非常に顕著になってきますんで、例えばですねロッドとの相性にもよるんですが、キャスト時の放出でそこに多少当たる感覚が出てくるんですね。そういった場合はね、X8 で光合数を使っていくと、そういったところが感じないといったところで、号数による使い分けなんかも非常に有効かなと思います。であとはですね、もう本当にこの張りをアングラーサイドがどのようにして感じて、得意、もしくはね、自分との相性がいいよという方をチョイスしていただければ、ロックショア、それこそね、1対1で魚と駆け引きする際の、信頼という意味ではどちらも備えていますんで、そういった観点でチョイスしていただければなというふうに思います。で、基本的にですね、磯に持ち込んでいくラインの号数はですね、狙うターゲットのサイズによってですね、基準を一つ決めていきます。例えばですね、10キロぐらいまでの魚といったところのフィールドに持ち込んでいくところの号数としては、真ん中に5号のメインラインというのを据えていきますね。でそれをサンドイッチする形で上下これを返すプールないしは替えのリールという形で、準備していきます。5号が真ん中であれば上が6号、下が4号と。例えばメインを今度6号に持っていけば上が8号になりますし、下が5号といった形でサンドイッチして3セット持っていければ万全という形になります。でその上でですね、例えば5号のメインラインを、使っていった場合、そこの先にスペーサーを入れて最終的にリーダールアーという並びの結節システムになるんですけども、メインライン5号を入れていった場合に、スペーサーの号数としてはそれの倍ですね、10号で、そこで使っていくのがスーパーマックスパワ
こちらです。 SMP ですね。これの10号を長さとしては4ヒロ、入れていきます。でメインラインと SMP これの結節 FG ノットで行います。で FG ノットもね基本的にはできるだけコンパクトに結んでいくという形で、目的としてはスペーサー入れることによってキャスト時のガイド抜けですね、これによって非常にスムーズなキャストを実現しようというのが狙いの一つになりますんで、そのためにこの FG ノットもコンパクトにしていきます。具体的に言うと往復でですね8往復ですね、往復を1と完了した時に8回、この回数で締めていくと非常にノットはコンパクト、それでいて P 同士の結節になるんで摩擦係数非常に高くなりますんで抜けはこれでないです。でハーフヒッチで止めていくところも、6、8回今のね往復をしてから、6メインとリーダーを一緒に組んで、スペーサーですね一緒に組んでメインラインのところでさらに6という形で全体としてはかなり小さめのノットにしていきます。でこれでメインラインと、スペーサーですね今結んで、そこから4ヒロを取って今度リーダーとの結節になります。でリーダーの方も、オーシャンレコード、筆頭に場合によってジグはメインの時は、ショックリーダーフロロ、選択していきます。おおよそ目安としてはですね100ポンドより下のリーダー、特にジグを使う場合はですねフロロを使うことが多いです。でそこから上100ポンドから上になるとプラグにしてもジグにしてもこの、オーシャンレコードですね、使うことが多くなります。これ理由としてはですね100ポンドを超えてくるとですねなかなか、ノットの方、安定してこなくなるというのもありまして、そこを一つの境にして使い分けていることが多いですね。でこれと、今ね、紹介したリーダーとスペーサーの結節、ここも FG になります。でここのねノットの場合はですね先ほどの P 同士の結節よりも1回往復を多くして、1往復を1とカウントした時に9回で、さらにハーフヒッチの方は同じように66っていう形でですねコンパクトにまとめつつも、モノフィラのラインと P の結節になるんで少し摩擦係数を増やしたいなという形で回数を若干増やしています。でこのように組んだタックルはもう基本的に号数関係なくですね3号メインであっても4号6号5いった形で、ほぼロックショアでやるとき、リーダーをね2ヒロ以上取るような釣りになってくるとこのスペーサーを入れたシステムを使うのが、私のロックショアでのラインシステムという形になります。でリーダーの長さはねもうおおよそ、フィールドほとんどですね今2ヒロで、カバーすることが多いですね。理由としてはねだいたいやられる時っていうのはね結節ルアーの結節から上、ほんと50とか1メーターとかっていうところでだいたいやられることが多いんで、それ以上のところは、ある程度キャスト優先という形で2ヒロ取るということが、もっぱらでやっております。ことロックショアゲームにおいてはですね、魚とアングラーをつなげるライン、これはね非常に重要なんですね。で足場が悪くてターゲットがでかい、そんな中で1対1の駆け引きをしていくときに、ラインの信頼性、これに託してこそアングラーが 100% の力を発揮できるという意味でね、こういった X8 そして X9、これを使っていくことによって、本気のゲーム楽しむことができます。ぜひね、皆さんも信頼のおけるライン、これにおいてねレコードフィッシュ狙っていってみてください。